台湾の新幹線、一番びっくりしたのはトイレ、グオーっていうワゴン車ありますよ。ワゴン車どんどんなんか駅増えました。台湾の新幹線の方がチケットの方が綺麗と思います。 JR さん頑張ってください。こんにちは、熊本県民テレビの吉村さやです。今回もジョエル福澤さんをお招きしてお伝えします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、福澤ジョエルです。じゃあまたちょっと簡単にジョエルさんの紹介をさせていただきます。ジョエルさんは中華テレビの日本支局長を10年歴任されて、日本の文化にも詳しいジャーナリストです。で、熊本は第二の故郷ということで、はい、大好きな熊本と台湾をつなぐために今こうやって出演してくれています。台湾の新幹線について話しましょう。ちょっと鉄道オタクが、この中にはいませんけれども、はい、日本には鉄道オタクも多いということで、ちょっと台湾の新幹線で今回ですね、取材台北から高尾に移動したんですけれども、私も新幹線に乗ってものすごい日本と似てるなと思ったんですよね。まず入って席の並び順、はい、こちらが3席、左が3席、右が2席みたいな、家に帰るみたいなで番号の漢字、はい、あそこも似てましたし、一番びっくりしたのはトイレ、はい、そうですか。トイレも同じと思い、トイレの中まで同じ。びっくりしました。すごいですね。なんていうかな、便座というか、はい、便座とかもやり方とかね、ボタンのグオーっていう音とか、なんかすごい同じですごいびっくりして、はい、実はこの台湾の新幹線って日本が関わってるそうですね。そうですね。日本の新幹線初めて海外も輸出するの方が台湾です。で、台湾今の新幹線はもともと日本新幹線の700系でやってますなんですよ。で、台湾の特別の発注したから 700T、T は台湾の T、そういう感じです。で、700T のものはもうやっぱり全て日本の新幹線の中の、やっぱりそういう構造、例えば席の分配とかトイレの形とか座席の番号とか、もう一つはね、同じでワゴン車ありますよ。ワゴン車ワゴン車あるよ。でも日本なくなっちゃった。そうだから、もし皆さんはね、ワゴン車、新幹線なんかワゴン車の感じ体験したいなら、ぜひ台湾に来てください列車だけでじゃなく、全部のシステムも日本のシステムなんですよ。だから最初はね、とっても苦労したんですよ。で、その時はちょうど台湾の総統は李登輝さん、李登輝総統だね。李登輝総統の方は日本のことをよくわかるんですよ。新幹線海外に輸出の実績が欲しいで、もう聞いて、じゃあ李登輝さんはね、もうそれで、全て台湾の、やっぱり台湾も狭い国だから島国だし、それでもう広さ大体90くらいなんですよ。だから一本新幹線作ればいいじゃないなと思って、で台北から高尾まで大体長さの方は大体300キロくらいの長さあるんですよ。でも最初は本当に苦労した。なぜというと、ほら今のところは新幹線はね、鉄道作るの方がもう結構お金かかるじゃない。それで皆さんはね、新幹線作る必要ですかと疑問があるんですよ。なぜ台湾という国がそんな大金で使ってそういう新幹線作るんですかと、みんな疑問があるんですよ。で、もう一つはね、やっぱり台湾の国内線の航空会社、とても反発する。なぜというと、時は航空会社一番儲かるの便の方が台北高尾までの便なんですよ。じゃあそれまでは飛行機で移動してた。そう高尾に取材するのはもういつも飛行機乗るんですよ。で飛行機乗っても高尾までなんですけど、それでだから航空会社はね、じゃあ国内線どうする、もうやっぱり大動脈でしょ。台湾はもう新幹線になるなら大動脈になったから、じゃあどうすればいいですかと、やっぱりみんなはね反発して、でも李登輝さんはね、これが台湾にもとてもいいことだし、それで日本の技術がもう海外の初めてのやってるんだからやりましょうよ、
話があって、だから新幹線に今なってるんです。新幹線乗って台北から高雄までがだいたい感覚的に福岡から鹿児島ぐらいまでかなと、1時間半ですね。1時間半ぐらいね。でその距離で飛行機を乗ってたってすごいですね。その距離の方が飛行機ならだいたい40分ぐらい。40分も面白い話があるんですけど、でもともと新幹線作るの方がみんな反対するでしょ、だからその時がじゃあ台北、台中、高雄3つのステーションが作ればいいじゃん、で作って、もうそのどんどんいやそれやっぱりいいですねって思ってどんどんなんか駅増えました。だから結局皆さんはね、今はね、台北から台北、板橋、桃園、それと、新竹、それ次は台中の方が嘉義、雲林、それと、台南、高雄、ほら増えてるんですよ、増えてるだからもう結局みんなはね、いやこれ新幹線じゃないでしょ、これ普通電車でしょだから駅停車になっちゃった。そうです。だからだから皆さんはね、もし台湾遊び行く時はね、ぜひどこ駅行きたいとか、ちゃんと見てください。もう乗り間違うならもうやっぱりずっとだからそういう新幹線の中にね、そういう座り込みが時間かかりますなんですよ。そうですね。ちなみにスタッフももう間違えちゃって桃園だったね。桃園止まらないのに乗っちゃった。乗ろうとしたそう結構ある、そういうの。そう結構ありますなんですよ。だから皆さん本当に気をつけてください。日本と同じのところもあるし、でも台湾の独特のやり方もあります、台湾の独特のやり方、例えばね、松島菜々子さんってご存知ですか？はい、有名ですね。有名ですよね。台湾にもすごく大女優で有名なんですよ。2013年ぐらいはね、ちょっとある映画がそれで藤原竜也達也さんで、藤原達也さんがもうちょっとその映画が主演して殺人犯になったんですけど、それで新幹線がね逮捕のシーンがあるんですけど、で新幹線の逮捕のシーンがある、福岡からもうそれで警察はね逮捕するのシーンがあるだから、じゃあどうすればいいですかと。新幹線そのまま走るはね無理でしょ。日本じゃ無理ですね。無理ですよね、まず申請するのはもうやっぱりめちゃくちゃ大変だし、だからもう映画の撮影も時間もかかるじゃない、だから無理なんですよ。で無理だったからもうどうすればいいですかと、じゃあ台湾の新幹線やってればと言って結局 OK になっちゃう。日本の舞台だけどでも台湾の新幹線取るんですよだからそれは台湾人の方が譲るそういうやっぱりじゃあ考え方の方がもうちょっと柔らかい。でも台湾の新幹線で撮影もあってすごいですね。やっぱ新幹線はどうやって台湾に運ばれるんですか？そうですね。今新幹線の方が日立と三菱で一緒に協力作った車体ですよ。今の 700T が。今の 700T の方は、もうそれで作ったんですけど、作るの方はもう全て日本の工場で作ったんですよね。で工場作ってじゃあもちろん飛行機はね乗せないですよね。だから船に乗るんですよ。だからもう神戸港から高雄港まで、高雄港から陸開けて、もうそれで高雄の新幹線の、駅があるんだから、そちらに置いて、また新幹線やるという形でなってます。それで私考えするの方があれは JR 新幹線よりは、台湾の新幹線の方がチケットの方が綺麗と思います。新幹線で日本の新幹線の方がそんなもうやっぱり青いとやっぱり字の方は文字の方はあまり分かりにくいじゃない。外国人として。確かに外国人には分かりづらいでも台湾の新幹線外国人も分かりますよね。分かりやすかった。それが JR さん頑張ってください新しい新幹線の導入あると聞いてるんですが、あれ新幹線じゃない、鉄道か。あれ鉄道、特別の鉄道、要するに台湾語ではタイロコ列車。トロッコ列車。トロッコじゃないよ、タイロコは地名です。タ
タイロコっていう地名。トロコはあれ違うんですよ。トロコの新幹線比べないじゃない。あれ違うじゃん。あれタイロコは原住民の、住んでるの場所の名前。だからそういうタイロコ。でもトロコじゃない。それ間違わないでください。トロコはあれ遊園地の方。そうだからそれは違うです。それタイロコの列車の方がレベルとしては普通の列車と新幹線の列車と真ん中、そういう地位になってる。もう座る心地はもうすごくいいと思いますから、もし台湾東方面がちょっと観光するならばこれからやってれば面白いと思います。それ JR 九州に委託してるんですか？そうです。車体の方は。じゃあまだ走ってないの？注文。今もう注文しました。もう今走ってるよ。そうだから面白いだから飲んでください。熊本の皆さんも台北だけではなくてですね、高雄まで新幹線で旅をしてみてください。私は熊本と台湾のニュース発信しますので、皆さんチャンネル登録してね。我现在会跟大家讲有关熊本跟台湾的一些事情哦，记得登录这个我们的小铃铛哦。